高校生でこんなバカみたいなこと言ってよくいじめられないなってその時に思ったの。あ、ボケてる。ちょっと待って知らなかった。いやいや、だから私もできるものならパパが欲しいよ。アンナチャンネル。はい、一日終了しました。もうお風呂にも入って化粧もすべて落としたままママと宴会をしたいと思います。はーい、やったー。よし、あ、ごめん、止っちゃった。やだー。やば。あ、そうだ。スーパーで買ってきたんですよ、いろいろ。オクラのおひたしがどうしても食べた。買っちゃった。それから焼き鳥も買っちゃった。あ、そうだ。渋いの選ぶね。昔からオクラ好きだよね。うん。本当にこれ多分18歳未満見ちゃいけないですみたいなさ表記にしてほしいんだけどさ、なんかさクリスマスのね、サンタさんの話していい？なんかサンタさんをずっと信じてたのね、私は。弟に言われるまで。ずっと信じてて、それこそママたちがうまかったわけ。手紙をくれたの、サンタさんが。なんかそれこそその時水泳やってたりピアノやってたり、なんかいろいろ習い事とかもさせてもらってて、なんかサンタさんをずっと見てるよ、水泳何級合格おめでとう、いつもなんとか頑張ってて偉いねみたいな。で、めっちゃ合ってるみたいな。すごいみたいな。純粋。しかもこの手書きじゃなくて、ね、パソコンのワードで打って当たり前じゃん。だってどっちかの字書いたらバレちゃう。それをね、それですごいみたいな。そのピンクの文字で書いてあって、弟は青い字で書いてあって。めっちゃ覚えてんの。ちょっとその時欲しかったプレゼントもなんだくれたの。しかも私はママたちがずっとね、サンタさんに欲しいプレゼント早く書きなさいって言われてたのに、絶対に当日の寝る1時間前とかに書いてたの。やばいやつだよ。じらすやつ。そう。で、寝る1時間前とかに書いてて、ママたちも見せないの。見ないでとか言って。で、こう挟んで。でもちゃんとね、次の日の朝にはそれが届いてるの。だから、絶対にマジで信じてたわけ。で、あと、なんかサンタさんにはお菓子を、なんかサンタさんいつもお疲れ様ですみたいな。そう、くれた。なんかさ、ツリーの下に置いといてくれてさ。置いといてたの。しかもね、サンタさんがすぐ食べやすいようにとか言って、お菓子の開封してが湿気ちゃうの。湿気ちゃうやつ。でもさ、しょうがないよね。あ、やだ、開けなくていいのに。それを置いてて、で、ちゃんと次の日の朝に食べてくれてて、で、それがめっちゃ嬉しかった。食べてるよ、ママ。なくなってるとかママも言っちゃってね。それがすごい嬉しかったの。そうだね、小5小6とかになってきて、周りのみんながサンタさんっていないよみたいな友達とかね、こう言ってくるわけ。でも私はママにずっと言われてたの。サンタさんは信じてる子にしか来ないんだよって。だからずっと信じてたのね。で、中3高1まで信じてた。で、弟に、そんなもんいないよって言われて。まあ、いとこに言われたのがきっかけだったんだけど。何？そうなの？いないよみたいなって言われてて。で、弟に、あんたバカなのみたいな言われて、で、高1中3でやっと、あ、信じてるからサンタさんが来てるわけじゃないんだみたいな。私これで信じたんだけどね。なんか多分小学校6年生の時多分携帯電話が欲しいって書いてたの。でも、携帯はそもそも来なくて、ブーツが届いたの。朝起きて携帯だと思ってこう見たら、ママブーツなわけ。で、ママが、ほらブーツ嬉しいじゃんとか言ってくれて、で、こう履いてみたの。で、こういつ履いたらサイズが全然違うのね。だから、そうだったね。そう、サイズが全然違くて、あ、サンタさんだから分かんなかったんだ、サイズと思って、そっから信じたの、ガチで。でもさ、交換に行ったんだよね。そうだから、その時はバカだからさ、交換に行けるなんて知らないじゃん。レシートがないと交換に行けるとかも知らないから、あ、やっぱサンタさん分かんなかったんだと思って。何度間違えちゃったんだろう。知らないよ。でもさ、きっと事前にさ、履いてみて、あ、よし、このサイズって調べてたはずなんだけど。そうなの？知らないけど。その時に、マジできつかったのね。これでぴったりって言ったんじゃないの？違う。マジできつかったの。じゃあそのさ、小6だからその数日でさ、ビューって伸びたじゃん。違うよ。マジできつかったのね。靴下が厚いの履いてたとか。わかんないけど、本当にきつくて。だから、やっぱサンタさんはいるんだって思った。でもさ、ずっとまだ信じててほしかった。
いやいやでもさ高1まで信じてたのすごくない？なんかずっと信じてた純粋マジで信なとじてたよころは信じてたよ。なんかやったママたちの勝ちみたいそうだよな気分だよ。すごい大事じゃない？そういう気持ちって。そう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 すごい大事だねえ、だけどさ、本当に純粋に育てすぎちゃったんだって思ったのがあって怖っ。何？中1の時にさ金魚飼ってたじゃん。クロディーヌの話だよ。金魚のクロディーヌの話。ママなんかしたのクロディーヌに。は？怖い。待ってちょっと一回言っていい？小1の時に夜市に行って金魚すくいをしたの。で赤4匹と黒いの1匹を持ち帰ってきて、5匹の金魚育てたの。で、その黒い子にだけなんかママがひいきして名前をつけたのね。だって黒い子しか見分けがつかなかったんだよ。黒か赤か。黒の子にクロディーヌって名前をつけたの。で、そのクロディーヌがね、こうなんか水槽5匹でこう同じ水槽に入れててね。で、ある時そのクロディーヌがね赤色に変わったの。だんだんね。だんだん赤色に変わってきて、これ本当の話なんだけど、全部赤くなっちゃったんだよね。全部赤くなっちゃって、クロディーヌが分かんなくなっちゃったの。誰がクロディーヌみたいになって、で、それに対して何？怖いんだけど、クロディーヌになんか着色した？私は黒いのが本当に突然変異で、なんか赤いのばっか見てたから、僕も赤なんだって赤になったのと思ってたよ。でね、ママが多分そう言ったの。クロディーヌはね、で周りの子がみんな赤いお洋服を着てるから、僕も赤くなりたいんだって思って、きっとそうやって願ってるうちに赤になれちゃったから。そうだよ、そうやって言ってたんだよ。だから、でもね、それ言ったんだよ。そしたらさ、高校生の新しいお友達にそのまんま、お友達に言って高校生だよ。高校生。中学生じゃないんだよ。学校から帰ってきて、ねえママが言ってたようにクロディーヌの話したらみんな、クロディーヌが赤くなるような水槽なんだねって受け入れてくれたみたいな会話になってて、ちょっと待って、高校生でこんなバカみたいなこと言ってよくいじめられないなって。じゃあクロディーヌはどうしてクロディーヌじゃなくなったの？でも絶対自然に赤くなったんだと思うんだけど。だってバカみたいな話じゃなくない？だって本当に起きてたじゃん。これママがなんかいじったりしてないんだな。してないよ。だってあっという間にみんな赤かったんだもん。そう、クロディーヌじゃなくなって赤になっちゃったの。ね。もうね、うちのパパ以上に優しい人を見たことがない。パパってすごいね。ママがいい人にしてたんだよ。そうか。そうなのか。でもこんなにしてないけど、パパのことあんま知らないよ、私は。それを言ったら、ママ、ここへ来て初めてじいじのことをあんまりちゃんと性格知らなかったと思いながらお世話をしています。父親の性格って知らなかったなって今になって分かった。結構仲いいのにね。ね。そう。あれって思う時ある。それはちょっとじいじがボケてきたからじゃないか。そうかな。ちょっとボケてきたのあるかもしれないな。でもなんか人はみんなちょっとやっぱりだんだん思考回路が遅くなってきちゃうのかもね。っていうかさ、ごめん、ママのこともうイライラしてるよね。いやもうさ、あれイライラされちゃったとか思うと、あれママも老化が始まってるのかとか。それでもさ、4歳の頃だな。4歳ちょっと待って。何今の4歳。おばあちゃん家に行って、ママにね、でも折り紙やってた私が。ね、これどういうことみたいな。変な回答されて、その時に思ったの。あ、ボケてる。ちょっと待って。知らなかった。ママって、2個のことを一気にできないのね。だからおばあちゃんと会話しながらこっちの話を聞けないの。そりゃそうだ。違う、できる。それはできるよ。なのにうちのママはできなかったの。だから、ボケてる。違うよ。もしかしたらさ、ばあばと相当深刻なお話がしてたの。それなかったよ。そうなの。相当引っ込み思案で、相当、その話してよ。相当内弁慶だったんだよ。はい。弟を出産した後に、腎臓を悪くしちゃったんだよね、ママがね。そうね。そんで、かわいそうに保育園に入れることになりました。私が入院しちゃって、当時の考え方としては、ママが病気しちゃってごめんねなんて思いながら保育園に入れました。まあ内弁慶で、しかも中途半端な10月とかに入れちゃったから。そうなんだ。そう、一
一番人生最初の集団生活の中の保育園を転校生状態でポツンと入れるような羽目だったんだよね。羽目になっててそうだからさ、なんかさ、みんなで一斉に何組さんじゃなかったんだよね。何組さんに入れますからって言って初めましてみたいな感じで一人でポツンと入れたから、すっごいなんかかわいそうだったの。この子今日から来たんだよみたいな感じで、なんかみんながこう遊んでる中に入ってったイメージ。新しいお友達ってそうよく言われて、新しいお友達って言われた。それがママにとってもなんかごめんねって思ってたの。まあ何せ遠慮がち。そうだったっけ？そんで帰ってくると弟にね保育園でやったんだけどねとか言ってすっごい偉そうになんか覚えてきたことを大威張りで披露するんだよ。なんかそれもさ、なんかさねえやだ。チックワがブンブンとか言いながら踊ってチックワがブンブンとかさ。何それマジで。覚えてる？覚えてないよ。もうさちくわの踊りとか。なんかさ弟に教えてさ2人でブンブンとか言ってたんだけど、そうでしょ。そうでも保育園におはようございますって連れてくとすごい借りてきた猫みたいにおとなしい、このギャップはいつまで続くんだろうってやばー思ってた。だからすごい心配だったよ、育てていく中で。だからこんな皆さんの前でこんにちはなんて言ってる姿は20年前に想像できませんでした正直。だからねすごいどこで変わったんだろう。確かにね。でもわかんない。ママにさ別になんか相談とかしたこともないしさ。ないんだよ。そう本当に自立しちゃったね。マジで高校生から別にママに個人的な相談をしたことがない。もう一個もまず悩みもなかったしそうだね、そもそも悩みもなかったけどそうなんだよね。ママが病気してやっと退院できたけどごめんもう一回みたいな感じで結構1年間ぐらい出たり入ったり1年間だっけ、しててママはもういなくなるもんだと思って。何言っちゃってんの？母に言われた。そうなの？だからそういうのもあるからさいろいろあるからバーバってどっちのバーバ？忘れた。そうなんだ。忘れたけど、弟と仲良く生きてってねみたいな。でもそれはそうだよね。いい話じゃん。いい話ね。いい話しちゃった。いい話ですよ。やめて。そういうこと？ごめん。買ってきたおもちゃで遊びたいです。ハサミか。せっかくでもそうだよね。すごい覚えてた。ブンニャンさんで買った。はい、遊んできな。買ったんだよ。よかったね。ごめん、忘れてた。よく覚えてたね。ねえ。賢いね。ママ友はさ、娘がとか言ってんのに、娘はいるけど、でもあんまり会話がみたいな。そんな喋らないもんね。なんでだろうね。寂しいよ、だから。なんかさ、会話、だってほぼゼロだもん。だってするタイミングがないじゃん。まあね、ママが早寝っていうのもあるけど、マジで早い。寝ちゃうの。マジで早い。10時には寝てる。いやいや、9時とか。そうだよね。9時台には寝てるもん。ね、9時に寝ちゃう。だってね、あれ今日すっごいよく寝たって思ったら、9時に寝て6時に起きたりしてて、やだ、9時間も寝てるとか思っちゃうもんね。9時に寝るとさ、12時に起きない？1回起きてるけど、全然2度寝3度寝よくできるの。なんかね、よく寝られるんだよね。老人のくせに。老人？初老？50って初老なんだね。そうなんだ。初老にしてはさ、若い顔してるよね。ありがとうございます。マジで顔若いと思う。本当？でもね、嫌なんだよね。聞いて。たまにさ、朝起きてさ、今もだけどさ、このさ、すっぴんの顔をさ、鏡で見るわけじゃん。そうするとさ、なんかママが怒られてる時のママの顔に似てて、ねえねえ。嫌だな。ちょっとね、ねえねえ、ママそんなに怒ってた？怒ってたよ。かわいそう。ごめん。マジでね、ママに怒られた記憶しかなくて、毎日怒られてたよ。なんかお菓子の袋捨てて早くとか。だってそれは捨てたいじゃん。綺麗にいや、わかるよ。そう、わかるよ。じゃあ、後でやろうと思ってたのに。そういうのダメ。でしょ？わかる。だから別に反抗しなかったじゃん。でもさ、
顔に出てたよね。別にムッとしてたって思いながら。別にさ、後でやろうと思ってたのにとか言わなかったじゃん。言わなかったね。もう顔には出てたと思うけど、うん。言うのはだって弟だったやん。ね。うちの弟がさ、とか言ってたじゃん。そう、ほんと感じ悪かったよね。私は多分顔に出てたんだね。朝起きて鏡見て、やばい。今と同じ顔してる。やだ思うもん。朝起きてかわいそう。うわってなる。ねえ、それさ。でもマジでママに似てるって言われんの。だってしょうがないよね。ママが産んだ。それはママが産んだ。確かにママの子だって自覚あるな。それは嬉しい。だけど、ちょっとそれで、嫌だなって思うことがある。っていうのを、この後友達に話して、私の感情ってこういう感情なんだ。ちょっと話してみて、思って、で、結構思うんだよ、ママに似てるわ。やだー。かわいそうだね。なんかさ、でもさ、ちょっと待って。でもね、わかる。人に話したら、頭が整理できるよね。そうなん。そう。パパとママって合ってるんだと思う。だってママがなんかすごい変なこと言って、私と弟はさ、なんか、チーンってなるとこ、パパは、ママって面白いねみたいな。すごい、ママってみたいな感じだから、何この二人。違うよ、なんかさ、優しくないんだよ。優しくないっていうか、多分世の中のみんな8割9割はこうだと思うよ。そうなんだ。なんかすごいじゃあさ、なんか、すごい嫌な感じの人だね、私。でもパパがそれに合ってるからいいんじゃない？だからそういう人が見つけられないの、私は。だから怖いの。じゃあパパ大丈夫かな？いや、だから私もできるものならパパが欲しいよ。頑張って探して。いや、パパが欲しいんだから、無理だって探すなんて。パパみたいな人？そう。なんでさ、私が産んだ子たちがさ、肯定してくれないの？だって結構二人ともブチ切れてるじゃん、弟と。なんかそう。ね。福ちゃんはさ、大阪で生まれたんでしょ？そうだよ。ねえ、大阪で生まれてさ。なんでやねんだぜ。生まれたんでしょ？なんでやねん。どう生まれてきて、人間会話。笑いのツボがちょっとな。笑いのツボが。悲しい福ちゃんは。ありがとう。ここにいてくれてありがとう。ねえ、本当に、これ泣けてきちゃう。本当に吠えなくていい子な。本当。そうなんだ。飼い主がさ、対応できないとさ、犬が偉くなるんだ。ってことは、ママも対応できないと子供がちゃんと育つってことだよ。それこそさ、就職の時とかさ、1ミリも相談しなかったもんね。ただ、なんか夜中まですごいなんか就活を一緒に見てくれた人がいて、その人とずっとこうオンラインミーティング、ズームとかしてた時に、うるさいガチャンだってさ、何も言わなかった私も悪いけど、本当にこんな時間まで誰と電話してんのガチャンみたいな。だってさ、そういう時代に。そう、わかんないのわかるよ。大学終わって友達と飲みに行ってみたいな。とか、で、その後に、ミーティングの時間を組んでもらってみたいにやってて。それを知らないから、しょうがないんだけど、そこも会話できてなかった自分も悪いんだけど、理解してくれない人には話さなくていいやみたいなフェーズがあったから、でもちゃんと就職決まって、連絡ママには連絡しなかったんで、パパだけ言って。そうなのよ。なんで？あれはね、だいぶ、ママのママ人生、お母さんになりました。わーいっていう人生から22年後。2年ぐらいかな。って思っちゃった。違う。まずは大学の、ゼミの先生に連絡したの。なんか合格したみたいな。なんか就職できるみたいな。で、その後に、多分出かけるとき、で駅まで歩いてて、そうだ、パパに連絡するんだ。パパに、もしもしとか言って、パパが仕事中なのに出てくれて、どうしたのみたいな。多分、電話すること初めてだったから、そしたらパパが、なんかあったみたいな。って言われて、違う、就職決まったって言ったら、パパが、みたいな。決まるわけなかったみたいな。そう。何もやってないと思ってたから、思われてたの。だからその夜の電話、ズームとかも友達と多分はっちゃけて喋ってんだろう。だからうっせえなこいつって思われたのね。そうだよ、ね。そう、だから、でも、その時は私は一生懸命やってたら頑張ってたの。でも、知らないししょうがない。言ってなかったよ。言ってなかったから。だって説明なかったらわかるわけなくない？だって説明なんてわざわざ自分が頑張ってますよアピールなんてするわけないじゃん。
きれば教えといてほしかった事前に。みんながこれから就職っていうその就職前に決まってたの。だから4月から本当は就職開始応募して開始しますみたいなのの前に決まってたから、えみたいな。パパもで大学の教授もみたいな。もう教授とかもすごいすごい20何年ぶりだみたいな、ってなって、でなんかもうお願いだから講義してください。まあ現実これです。世の中の人に言えないよね。なんでよ。二人でね、仲いいじゃないの。傷を舐め合って生きてるんだよ。わかる？先生でわかる？もう、そう、私のせいで。なるほど。そうかも。だから、いいのかもよ。まあ、それはそうだよ。あはははって。まあ、わかった。まあ、そういうことだよね。そうだよ。自分でも思わなかったもん。私も将来就職して、もう20代前半のうちに結婚して、子供できて、幸せな家庭をママみたいに作ると思ってたの。言ってたよね、そういえば。どうしたじゃん。あれあの頃の娘はいずこ。本当にそう。まあでも今楽しいしね。そうだね。こうやって。そうだよ。いいよ、おかげさまです。ありがとうございます。もうね、何でも感謝。ね。アンナチャンネル。ちょっといいね、なんか部屋飲み、ちょい酔い対談みたいな。よかったね。ちょっと普段話さないこと喋って、で、多分記憶はございます？ああ、どうかな。記憶ない。記憶消えたから。あるよ。マジで。あるある。ないパターンだからね。そうなの？記憶ない人だから、私は。私だいぶあるよ。本当。ならよかった。じゃあ、強いんだよね。だからママお話できてよかったです。本当。こんな機会がないと話さない。そうだね。ね。ということで、いい機会をありがとうございます。本当、皆様ありがとうございます。楽しかったです。ね、ありがとうママも。はい。遅くまでお付き合い。とんでもないです。オモセブン横浜バイ星野リゾート、ワンちゃんも泊まれるホテルで、すごいね、スタッフさんもすごい親切で、もうワンちゃんのことすごい可愛がってくれて嬉しかったです。ぜひ、犬連れで来てほしいなって思うホテルかなと思います。関内駅から本当に徒歩1分もせず着くので、ぜひ、雨でも行ってみてください。そう、雨でもね、ちょっと傘さすけど。ほんのちょっと何歩かだよ。ということで、じゃあ、本日は、もうゆっくり寝たいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。じゃあ、おやすみなさい。バイバイ。アンナとママと福でした。バイバイ。バイバイしよう。じゃあ応募された。バイバイだ。